RX78GP03S ガンダム試作3号機ステイメン&ウェポンシステム。この機体はデンドロビウムからアームドベースオーキスの外装を取り払い、ウェポンラックと超大型拡張スラスター、アイフィールドジェネレーター、メガビーム4をステイメンに残した簡易拡張型の分離起動形態である。オーキスの簡易タイプであるこの形態はステイメン&ウェポンシステムと呼ばれ、ガンダムの立体化商品ガンダムフィックスフィギュレーションでフィギュア化され、漫画機動戦士ガンダム0083リベリオンにてその全容と戦闘能力が明らかとなった。今回はこのステイメン&ウェポンシステムの解説とベース機となったステイメン、デンドロビウム、GP 計画の解説を配信していきます。機体解説に関してはリベリオン版の機体解説も含みながら行っていきます。ぜひぜひ最後までご視聴ください。 GP 計画について、 GP 計画とは連邦軍再建計画の一環として実施されたモビルスーツ開発計画、通称ガンダム開発計画のことである。宇宙世紀0081 10月、ジョン・コーウェン中将のもとガンダム開発計画が軍産複合企業アナハイムエレクトロニクス社と地球連邦軍の共同開発という体制で始動。しかし連邦軍の予算の問題とアムロレイが示したニュータイプの存在やニュータイプに関連する技術の数々を軍事機密としてニュータイプに関する全てを連邦軍内の直轄機関や研究施設のみで扱う方針を決めた地球連邦軍は、新型機動兵器開発の機体仕様の大枠をアナハイムエレクトロニクス社に提示するだけにとどまっている。このような連邦軍の政治的理由からガンダム開発計画の設計開発を一手に担うことになったアナハイムエレクトロニクス社は、一年戦争以前から存在する生え抜きの開発部門、先進開発事業部通称クラブワークスとキュージオニック社の技術者たちを中心に組織された第2研究事業部という2部門に分けて機体の開発を進めていくことになる。この中でも先進開発事業部はガンダム試作1号機と試作3号機を、第2研究事業部はガンダム試作2号機と試作4号機の開発を担当。ジオン系企業などとも連携を図り、開発コンセプト通りに連邦の技術とジオンの技術を融合させた最強のモビルスーツの開発が進められることになる。 GP シリーズの誕生。 GP シリーズの開発は月面都市フォンブラウン近郊にあるリバモア工場で行われ、機密保持のためガンダム試作1号機からガンダム試作4号機までの全機がこのリバモア工場で開発されることになる。アナハイムエレクトロニクスは GP 計画への参加に際し、RX78 ガンダムのコアブロックシステムと万能的な汎用性に注目するとともに、 GP 計画の前段階として地球連邦軍からの機体仕様の要請を待たずに、アナハイムエレクトロニクスが独断で開発したモビルスーツガンダム試作0号機ブロッサムがトライアル機として完成。このブロッサムはコアブロックシステムを採用し、中核を担うコアファイターにブースターユニットを装着したコアブースター2をドッキングすることで従来機をはるかに凌駕する機動性能を獲得。一年戦争時代はコアブースターとモビルスーツのドッキングは技術的に不可能とされていたが、コアブースターの高い機動力に着目した技術者によってドッキングが可能なコアブロックが完成している。さらに武装面ではビームサーベルや頭部バルカンに加えて、可動式アームによって背部にマウントされた長距離ビームライフル、大型高性能センサーであるミノフスキー干渉波検索装置など特殊な実験的武装を装備しており、短期でさまざまな戦況に対応可能な万能型多目的モビルスーツとしての機能を徹底的に追求した機体に仕上がっている。しかし当時の技術力ではコアブロックシステムの完成度はまだまだ低く、コアブースター2の爆発的な機動性を制御することが困難な上、短期に対して必要以上な多機能性を求めすぎたためにパイロットへの負担が大きいという問題点が露呈してしまう。これをきっかけにしてそれぞれのコンセプトで分割させた単一特化型のモビルスーツガンダム試作1号機からガンダム試作4号機までの GP シリーズが開発されることになる。リベリオンではクレナ・ハクセルが0号機の開発責任者を務めており、教え子であったニナ・パープルトンに同機の問題点を看破指摘されたことから開発計画は凍結。クレナはラビアン・ローズレと左遷となり、 GP 計画の開発主任の座をニナに明け渡すという設定になっている。またラビアン・ローズレと左遷された彼女ではあるが、
試作1号機と開発コンセプトが類似しているという理由から開発中止となっていたガンダム試作4号機を地球連邦軍の開発予算から外すという形で開発計画を継続させている。そしてアナハイムエレクトロニクス社主導のもと、試作4号機が極秘裏に完成を果たすという設定になっている。 RX78GP03S ガンダム試作3号機ステイメン。そんな GP シリーズのうちの1機ガンダム試作3号機ステイメンは、後述する大型機動ユニットアームドベースオーキスとドッキングし、複雑な管制制御の中枢を担うモビルスーツというコンセプトで設計された機体である。アナハイムエレクトロニクス社のシステムエンジニアルセット・オデビーが3号機のシステム担当を務めている。デンドロビウムの欠点となる対モビルスーツ戦における近接戦闘の打弱性を補うための役割も担う本機は、宇宙空間におけるステイメン単機の性能もフルバーニアンに匹敵する機動性と運動性を併せ持つなど、極めて高い仕様に仕上がっている。またステイメン自体がデンドロビウムにおける脱出システムとしての機能を有している。オーキスとのドッキングを最適化するため、コアブロックシステムは廃止され、機体構造は従来のモビルスーツよりもかなり特殊な機構になっており、両腕部にはフォールディングアームと呼ばれるウェポンコンテナから蛍光兵装を取り出す折りたたみ式のクローアームがマウントされ、両腰部にはドッキング時のロック機構の役割を担うテールバインダーを装備。このテールバインダーは可動式の推進機の機能も有しており、5のバックパックと同時展開した際の推進力は従来の主力モビルスーツの3倍に匹敵すると言われている。なおコアブロックシステムを採用した RX78GP03S ガンダム試作3号機ステイメン P スペックという機体も存在しており、リベリオンではラビアンローズで最終調整が進められていた同期にベルナルド・モンシアが半ば強引に奪う形で登場。しかし直後ベラーズフリートの襲撃を受け、機体保護を優先させるためにルセットの遠隔誘導によってオーキスとの合体シーケンスが強制的に敢行される。前述の通りコアブロックシステムを採用した P スペックではオーキスとのドッキングができないため、モンシアを乗せたコアブロックごと全天周囲モニター搭載型のコクピットブロックに交換され、ステイメンとオーキスがドッキングしたデンドロビウムが完成。結果的にその場に居合わせたコウ・ウラキが乗り込み、以降パイロットを務めることになる。 RX78GP03 ガンダム試作3号機デンドロビウム。前述のガンダム試作3号機ステイメンと大型機動ユニットアームドベースオーキスをドッキングさせた拠点防衛特化型の戦術機動兵器。 GP 計画のコンセプトである最強のモビルスーツを開発するという名目を具現化した、まさに最強とも言える性能を誇っており、 GP シリーズがグリプス戦役時代のモビルスーツ群をはるかに凌駕する大パーツ級のカタログスペックと評価される最大の理由がこのデンドロビウムの存在といえる。このデンドロビウムが参考とした機体は RX78 ガンダムと G ファイターがドッキングした G アーマーだと言われており、支援ユニットによってモビルスーツにモビルアーマーの火力と機動力を持たせ、短期で戦況を覆せるほどの圧倒的な戦闘力を有する機体を完成させている。このアイフィールドジェネレーターは AMAX2 ノイエジールのメガカノン砲を完全に遮断できる性能を発揮し、爆発的な機動性もさることながら防御力も非常に優れた仕様に仕上がっており、当時の機体性能としては火力、防御力、機動性など異常なまでの性能を獲得。リベリオンのデンドロビウムでは最初の出撃時にオーキスのウェポンコンテナを排除したビーム兵器主体型として実戦投入されており、後にアイフィールドを持つノイエジールに対抗するため従来のウェポンコンテナ搭載型として出撃している。またこれだけの機能をパイロット1人に担わせるということは極限ともいえる負担を強いることになるため、ステイメンとオーキスで操縦系統を分割するというタンデム操作式を採用している。劇中ではメインコントロールと火器管制をステイメンが担当し、機体操作はオーキスが担当する仕様になっており、ステイメンにはコウ・ウラキが、オーキスには左腕を失った元ジオン公国軍宇宙攻撃軍所属のパイロットケリー・レズナーが務めた。これによってパイロットへの負担が軽減され、高度な高出力推進性能と多重火器兵装群によって対艦対戦や局地制圧戦に特化した機体として完成している。しかしタンデム操作式を採用したことによってパイロット同士の連携の乱れが隙を生んでしまい、各個戦闘においては
起動操作にズレが生じてしまうという弱点も併せ持っている。その弱点を見抜いたガトーはノイエジールのクロー攻撃によって超大型拡張スラスターとウェポンコンテナを破壊している。ガンダム試作3号機デンドロビウムイオンドライブ推進機能追加型。この機体はビーム兵器と実体弾兵器のバランスを保ちつつ高火力と高機動性を両立させるためにイオンドライブ推進機を追加装備させた多元運用型のデンドロビウムである。リベリオンで登場した本機はガトーのノイエジールに勝つために再調整された機体であり、デンドロビウム全体ではなくステイメンの武装強化を主軸にというコンセプトで完成している。その外観は従来のデンドロビウムとは異なり、中央部のウェポンコンテナがむき出しになるのと引き換えにコンテナ上部と下部にイオンドライブ推進機を搭載。左右のウェポンコンテナは従来通りの仕様ではあるが、下部にミサイルコンテナが増設されている。 RX78GP03S ガンダム試作3号機ステイメン&ウェポンシステム。前述のイオンドライブ推進機能追加型から分離シークエンスを稼働させ、ステイメンウェポンシステムを起動させたデンドロビウムからの分離起動形態。デンドロビウムの核戦闘においての機動旋回の扱いづらさを補うために生み出された本機は、オーキスの外装を取り払い、背部のフレームのみでマイクロミサイルポッド4機とイオンドライブ推進機、ビームライフル、フォールディングバズーカ、シールドを強化している。クローアームは排除され、超大型拡張スラスターも6機から4機に減少。ステイメンの左腕部にアイフィールドジェネレーター、右腕部にはメガビーム砲が装備され、ランスを構え盾を持つ中世騎士的なイメージの装備となっている。このイオンドライブ推進機はミノフスキー粒子をプラズマ化して噴射する電気推進エンジンであり、0083年代時には惑星間航行能力を有する木星探査船などのパルスエンジンとして実用化されているものの、モビルスーツ搭載用の小型化は実現しておらず、試作段階の技術とされている。原理的には光の速さを超えることが可能な技術と言われており、推進時には放射される可電粒子の残光がライン上に軌跡として空間に残り、あたかも妖精が飛翔しているかのように見えるのが特徴となる。見た目はバランスが悪く異様な形態をしているのだが、その見た目に反して機動性は抜群であり、瞬時にジムカスタムの背後に回るなど運動性能も非常に高い仕様に仕上がっている。しかし爆発的な機動性からパイロットにかかる負担は尋常ではなく、リセットによってリミッターがカットされていたのもあり、戦闘中に高の意識が飛びかけていた。また前述の通り、イオンドライブはモビルスーツ搭載用の小型化は実現しておらず、試作段階の技術なためステイメンのジェネレーター出力ではアイフィールドと同時運用できないという欠点を持っており、この欠点を補うためには要所要所でステイメン自身の通常推進を効率的に運用する必要がある。この戦術を取り入れたコーはステイメン&ウェポンシステムを徐々に乗りこなし、ガトーのヌレノイエジールと互角以上の戦いを繰り広げてみせた。以上、ステイメン&ウェポンシステムの解説を終わります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。